ロープロファイルキーボードとして人気のキークロン K3 とニューフィー Air75。正直ですね、この比較はしたくなかったですね。なんですけども、僕自身もちゃんとした比較動画を作ってなかったのと、結構リクエストがあったので、今回動画にしていこうと思います。ということで皆さん、本日も動画をご覧いただきありがとうございます。キーボードは文房具山カフェです。本日はですね、ロープロファイルキーボードの2大巨頭と勝手に思っているキークロン K3 シリーズとニューフィー Air75 の比較をしていこうと思います。で、今回ね、登場するキーボードはキークロン K3 日本語レイアウト版、キークロン K3 ノンバックライト版、そしてキークロン K3 プロ。ニューフィーからはこちら Air75 ですね。でこちらね、スイッチは全部茶軸、タクタイルスイッチの茶軸というものを選んでいます。タクタイルっていうのはこう押した時に若干ね、カタっていう引っかかりがあるような感じのスイッチなんですけども、タクタイルスイッチの茶軸を選んでおりますが、こちらね、日本語レイアウト版だけはオプティカル茶軸というのを選んでますんで、その違いっていうのもね、打鍵音で確認していただけるといいんじゃないでしょうか。ということで早速いってみましょう。キークロン K3& ニューフィー Air75 75% コンパクトレイアウトロープロファイルメカニカルキーボード、 Mac、Windows 対応、有線無線対応、 RGB ホワイトバックライト対応モデルあり。キークロン K3 プロバージョンは QMK-VIA 対応によりキーマップの変更が可能。ニューフィー Air75 は Windows アプリニューフィーコンソールによりキーマップの変更が可能。ということでですね、かなり類似点があるんですけども、キークロン K3 シリーズですね、こちらはみんな大好きキークロンから発売されているスタンダードの K シリーズから 75% コンパクトレイアウトロープロファイルキーボードということで、ロープロファイルなので若干ね、背が低い作りになっているよということなんですね。で、ファンクションキーもカーソルキーも装備しながらも、コンパクトに仕上がっていて、そして見た目のかっこよさというのも手伝って人気のあるモデルになっています。で、K3 シリーズはですね、こちら通常モデル、これはちょっと初代モデルなんで比較対象にはしないんですけども、見た目はね、同じなんで出します。通常モデル、そして通常モデルにはですね、日本語レイアウト版も存在するということですね。RGB バックライトがないノンバックライト版、これはもうキーキャップをすでにちょっと変更しちゃってるので、売ってるやつとは若干違いますね。そしてこちらのですね、プロモデルっていうのが発売されているわけです。で、基本的にはどれも同じなんですけども、こちらのね、プロモデルというのはちょっとだけ打鍵感を高めて、それからホットスワップ対応モデルも増やし、そして QMK-VIA というソフトウェアによってキーマップの変更が可能というのがポイントになります。そして一方ですね、こちらですね、ニューフィー Air75 です。正直ね、最近かなり、めちゃくちゃ勢いがあるんじゃないかと個人的に思っているニューフィーから発売されているロープロファイルシリーズ Air から 75% モデルということになります。見た目以上のね、可愛さに打鍵感は良くて、正直びっくりしますよ。で、ホットスワップ対応で Windows アプリによりキーマップの変更が可能なんですね。で、ニューフィーについて補足をすると、これはですね、通常プロファイルですね、背が高いモデルですけども、通常プロファイルモデルのハロー65、65% コンパクトレイアウトだったり、これね、75% コンパクトハロー75、そして 96% コンパクトハロー96みたいな感じで、通常プロファイル版のキーボードも発売しています。はい、それじゃあ早速比較していきましょう。まずはレイアウトですね。K3 もそれから Air75 も 75% レイアウトということで、ファンクションキーもカーソルキーも装備しているいわゆる10キーレスレイアウトということになります。そして K3 はですね、日本語レイアウトモデルも用意されているのが嬉しい人もね、いるんじゃないかなと思いますね。そして見た目、外観チェックいってみましょう。キークロンの方はね、モデルによって違うんですけども、基本の K3 モデルっていうのは、キークロンのアイデンティティを感じるグレーツートンカラーということで、僕この配色大好きなんですけども、
そしてノンバックライトモデルはこれね白基調になっています。ちょっともうキーキャップを変えちゃってるんですけど、だいたいこんなような外観ですね。そしてですねプロモデルはこんな感じですね。はい、黒基調のツートンでございますね。そして本体の作りはどれもですねスイッチが見える構造ですねになっています。でこの作りはですね軽く作ることができたり、それからスイッチが見えることによってね RGB の光り方に影響が出てきたりします。そして本体のこの作りですね、ここは、どれもこれもですね、外周はアルミニウムフレームというか本体になっているんですけども、底面ですね、底面はこれプラスチックになっています。プラスチックですけどもかなりね堅牢な作りになっているんじゃないかなと思いますね。そして一方ねニューフィーエア75なんですけども、いやこれはね見た目でわかる可愛い感じです。ちょっとこれいろいろ使い込んでるので傷があるところはご容赦ください。本体はですねアルミニウムフレームで堅牢な感じですね。ただ、同様に底面はここはプラスチックになっています。コネクタやスイッチ周りも見ておきましょう。キークロンもですね、それからニューフィーエア75も、背面にあります。キークロンは Mac、Windows 切り替えスイッチ、有線無線切り替えスイッチ、そして USB コネクタの順に並んでいるわけですね。ニューフィーエア75は USB コネクタ、有線無線切り替えスイッチ、そして Mac、Windows 切り替えスイッチとそういう順番になっております。で USB コネクタの位置が違いますので、有線ケーブルでね運用する場合はキークロン K3 の場合はこんな感じですかね。ノンバックライトバージョンはこんな感じですかね。プロバージョンはこんな感じになります。で一方ニューフィーエア75をケーブル運用するとこんな感じになるので、ケーブル運用する場合ねどんな風な感じになるのかっていうのもこちらでチェックしてもらえるといいかなと思います。ちなみにこのケーブルは僕が自分で買っている、アビエーターっていうねコイル式の USB ケーブルになっております。概要欄にねこちらリンク貼っておきますので気になる方はチェックしてみてください。そしてですね角度調整用の足についても見ておきましょう。キークロン K3 はですね初代モデルこそこんなね、ヘナチョコのゴム足が、ついてて角度調整の足はなかったんですけども、バージョン2以降はですね2段階の足が用意されています。ロープロファイルとはいえ角度調整ができるのは自分に適した配置にできるので嬉しいですね。一方ですねこちらニューフィーエア75なんですが、これがですね角度調整の足がついてないんですよ。厳密に言うとですねこんな感じで角度調整用の足がついてくるんですよ。角度つけたい人は、こういう感じで磁石がねついてますんで、ここでこうフィットさせると、足がつくよとそういう感じなんですよね。取り外し式ということです。なのでね、持ち運ぶ時とかにちょっと不便ですよね。でこの辺りはねもう本当もうちょっとなんとかなんなかったのかなというふうに思います。もう本当ね唯一と言っていいほどの惜しい点になるんじゃないかなと思いますね。はい、続きましてキーキャップもチェックしておきましょう。キークロン K3 なんですけども、ノーマルバージョンのキーキャップってかっこいいんですけど、キーキャップとキーキャップの隙間が結構空いています。そして若干反ってる感じなんですよね、キーキャップ自体が。ノンバックライトモデルの場合、これはもう僕キーキャップ変えちゃってるんですけど、ダブルショットのロープロファイルキーキャップに変更しています。これだと隙間がほとんどない感じですね。でこの作りは、プロモデルですねとも同じような形状になっていて、こちらもプロモデルも隙間がほとんどない形状になっているということなんですね。でこれ結構見た感じもわかるんですけど、素材がねプロモデルの場合はこちら PBT ダブルショットってことで
見たらわかるんですけど、2つの素材でできている、素材っていうかパーツになってるんですね。でノーマルバージョンの場合は ABS の普通のやつなんでワンパーツで構成されていて、こっちのは使い込んでいくとちょっとね色が薄くなっていったりとかするということがあるわけですね。ニューフィエア75も同じくですね、可愛い感じの反ってない隙間がないような感じになっています。で僕はですね、キーボードを打つときに指の腹でこう浮かして触りながら打つってことがたまにあるんですけど、その時にこの通常版の場合ですね、こっちだと隙間が空きすぎちゃっててちょっとやりにくいなと、打ちにくいなっていうふうに勝手に思っているわけです。これはもう本当ね、個人の打ち方の問題なんで、そうじゃないよっていう人は気にならないのかなと思いますね。はい、なのでこれも僕は好きなキーキャップ形状ですね。ちょっと外しておきましょうか。はい、ということで、こっちがニューフィーエアで、こっちがキークロン K3 Pro で、同じ PBT 素材なんですけど、ニューフィーエア75の方は実はこれダブルショットじゃないっていうね、こういう感じになってます。ただ打鍵感は、同じぐらいいい感じになってるかなと思います。同じ矢印キーでもやっぱりだいぶ印象が違いますよね。RGB の光り方もチェックしておきましょう。で K3 の普通版ですねっていうのは、キーキャップが ABS 素材で文字部分が透過するので、綺麗に光るという感じですかね。そしてスイッチが見える構造なので、こぼれ加減っていうのは可愛いですね。プロ版はですね、PBT ダブルショットということで、キーキャップのレジェンド刻印が光らない感じなので、これは若干ほんのりという感じになるかと思います。一方ね、ニューフィーの方ももちろん光るんですけども、こちらね、キーキャップからの光のこぼれ加減っていうのはほんのりっていう感じですかね。その代わりというか、サイド部分を光るようになっていて、これもね、とても可愛い感じで好きですね。そしてですね、打鍵感ですね。打鍵した時の指へのフィードバックで言うと、これだけ取るとですね、K3 Pro が一番素晴らしいと思います。ニューフィーもキーキャップの遊びっていうのは少ないんですけど、なんていうのかな、このね、こう触った時のこの遊び部分っていうのは少ない、ニューフィーも少ないんですけど、K3 Pro の方がより遊びが少ない感じはしますね。微妙な差ですよ、微妙な差。そして音なんですけども、フレームレス K3 の場合はですね、音の響き方が若干こう外に出てくる感じになります。スイッチが見えてるからね、音が出てくるっていう、そんな感じでしょうかね。で、一方、ニューフィーエアー75の方は、フレームがね、外周で囲んでいる感じになっていますので、これがあることで、音が内部にこもるような感じになって、響き方が、コトコト感が増してんじゃないかなってちょっと勝手に思ってますね。はい、思ってます。キークロンの場合はですね、オプティカルスイッチも選択可能ですね。で、同じ茶軸でも打鍵感が異なりますので、打鍵音チェックでちょっと比較してみてください。で、オプティカルスイッチっていうのは、音の出方がね、独特で、ちょっとカチャカチャした印象なんですよね。カチャカチャした音なんだけども、しっかり感はあるっていうね、面白い感じですね。
はい。そしてカスタマイズ性ですね。カスタマイズ性っていうのは、両方とも適当にあります。適当というのは、ロープロファイルキーボードっていうのは、通常プロファイルと比較すると、キーキャップにしてもね、スイッチにしても、選択肢が少ないんじゃないかなと思いますね。とはいえですね、キークロンもニューフィーもキーキャップはオプションでね、他のものが選択できるようになってますし、スイッチについても同様にね、選択が可能なんですよね。で、特にニューフィーの場合なんですけど、これね、スイッチの選択が結構良くて、どれも試したくなっちゃうんですよね。はい、結構いろんな種類が出てるんで、ぜひね、ちょっとウェブサイトを概要欄に貼っとくんでチェックしてもらいたいんですけど、結構種類があります。しかも独特ですね。で一方ですね、キークロンの場合のスイッチの交換なんですけど、オプティカルと普通のメカニカルでは互換性がないので、オプティカル買った場合はオプティカルのスイッチ、通常のね、メカニカル買った場合はメカニカルのスイッチという形で、それぞれ買ってください。これもね、キークロンのサイトにありますんで、チェックしてみるといいかなと思います。これね、できるのはホットスワップ対応モデルだけということなので、買うときにね、気をつけてみてください。はい、そしたらですね、重さチェックもしておきましょう。まずは、キークロン K3 日本語レイアウト版ですね。483g ですね。そして、キークロン K3 ノンバックライト版。520g。若干重いんだ。これ、キーキャップがもしかしたら影響してるかもしれないですね。交換しちゃってるんで。そして、キークロン K3 Pro ですね。513g。そしてニューフィーだと、ニューフィーエア75はですね、579g という感じで、500g 前後。エア75だけはちょっと重い感じですかね。はい。そして、コンパクトロープロファイルキーボードということなので、持ち運びたくなりますよねということで、純正ケースもちょっと紹介していきましょうか。はい、こちらですね。まずこちら、キークロン K3 の方ですね。これは革製になっています。で、これね、確か色はいくつか種類があるんですけども、僕はね、オレンジ色のものをチョイスしています。こういう結構柔らかいですね。で、ステッチ部分がこうあって、ここにキークロンという感じで書いてあるわけですね。で、入れた感じがですね、よいしょ。こんな感じで入れて、よいしょ。こういう感じでくるくるくると巻いて持っていくという感じになります。かわいいですね。そして、ニューフィーエア75の方はですね、見えてますけど、これですね。専用のフォリオケースというものがあります。これ色は、これ黄色というかオレンジというか、そういう感じですね。こちら結構ね、しっかりした作りなんですよね。結構しっかりした作りになっています。これもね、これ何だろうね。これはビニールなのかな。で、内側が、なんて言ったらな。ここは革？ここも革。バックスキン調って言ってるのかな。バックスキン調の感じのものになっています。革かどうかはちょっとわかんないですね。で、ここで押さえる感じになってますね。しまうときは、これはちょっと外さなきゃいけないですね。こんな感じでしまって、こんな風にして持っていくという感じです。で、これ実はですね、この本体はスタンドになるんですよ。これ iPad がこういう風にあるわけですけど、で、こうするとスタンドになるので、このような感じでね、使ってスタンドにすることができます。ここにはですね、こんな風にして、iPad とか iPhone とか、スマホとかね、タブレットを置いてもいいんじゃないかなという風な感じです。こんな風に使えるわけです。で、それぞれ重さがですね、キークロン用がですね、これが 150g ですね。約 150g ということですね。そしてニューフィーのフォリオが312ということで結構重いですよね。結構重いです。そしてですね、キーボード本体と持ち運ぶ場合、ちょっとプロだけでやりますけど、キークロンの場合は 663g ですね。663。
そして、ニューフィーの場合はどうなるかというと、877、結構重いよね。結構重いですね。それだけちょっと差があるということで、確認しておきましょう。はい、ということで価格もチェックしておきましょう。キークロンからいきましょうね。で今、本家サイトでは売り切れてるので、価格はちょっと価格にしづらいので、日本代理店のコペックさんからの情報も取り入れながらチェックしていきましょう。通常モデルはですね、ホワイトバックライトでホットスワップ非対応モデルが 15,290 円、ホットスワップ対応モデルが 16,830 円、RGB ライトモデルはホットスワップ対応非対応が同じ価格で 16,830 円、ノンバックライトモデルはホットスワップ非対応で 13,750 円。K3 Pro はコペックさんにはなくて本家サイトからですが、ホワイトバックライトモデルはホットスワップ非対応で94ドル、RGB ライトモデルのホットスワップ非対応が104ドル、ホットスワップ対応モデルが114ドルとなっています。この辺のね、ホットスワップ対応非対応がめちゃくちゃ難しいっていうか、こんがらがあるので、間違えないようにしてください。そしてケースのトラベルポーチはコペックさんで 4,290 円ということですね。ニューフィーエア75はですね、109ドルということですね。ケースのフォリオが追加で19ドル、リストレストも追加で19ドルですね。そして、日本代理店がね販売するモデルだと Amazon で、ニューフィーエア本体が 19,800 円ですね。はい、これなかなかいい勝負でしょうか。で、ニューフィーエア75に限って言うとね、僕のリンクから買うと 10% オフになるんで、それを活用するとさらに安くなるという感じでしょうか。はい。で、最後にですね、僕のチョイスを言っておきますね。僕のチョイスだと、こちら。はい。ニューフィーエア75を選びます。実際一番使ってるのが時間が長いかな。打鍵感や音ですね、見た目の可愛さ、トータルでエア75を僕は選びます。はい。実際めちゃくちゃいいんですよね。とはいえ、どれを買っても後悔はしないと思いますので、自分のね、好みで選んでもらっていいかなというふうに思いますね。で、唯一ですね、K3 の日本語レイアウトを買う場合ですけども、こちらカーソルキーの配置だけは、慣れが必要だと思ってください。ここだけはね、ほんと慣れない人がいるというのも結構聞きますので、考えて買いましょう。で、ロープロファイルキーボードっていうのは年々ね、打鍵感とか質感も上がってきてますから、ますますね、楽しくなってきますよね。でですよ。で、実はまだレビューしてないやつですね、レビュー待ちリストにいるこいつ、これはですね、ニューフィーエア96という、96% コンパクトですね。これがやばい。これがもう一応もう今言っちゃいますけど、現時点で最高のロープロファイルキーボードだと思っているんですけども、動画にしないで相変わらずずっと使っているというそんな感じですので、こちらのレビューもお待ちいただければ幸いです。ということで、質問ありましたらコメント欄までお願いします。チャンネル登録、グッド評価お願いします。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。